めっちゃある。さっきのアジをですね、はいちょっとすだち締めにしますからね。すだち締め。生酒だ。東京とかで喜びがちに出てくると中川さんを思い浮かべます。地元のねタコのすだちをちょっとキュッと効かせますから。うまっ。プリプリで柔らかい。めっちゃうまい。ゲストだけじゃなくて頭の中川さんってもうお店どれぐらい経つんですか？ここお店は24年。これ地元のねアジ。アジいいっすね。脂も乗ってるし、なんかプリッと感もあるし、地物の味と地酒の喜びがいいし、最高のペアリング。このラベルの米とか精米具合でバリエーションがいっぱいあるみたいな感じ。そうですそうです。内側の皮と外側の皮で肝と卵と胃袋に入ってます。お出汁みたいな、スープみたいな。そう。うまっ。トロトロだ。うまっ。ホロホロ系だ。ここに熱燗はもう大人すぎるよ。ポン酢がうますぎる。これおこぜ肝とかなかなか食べれないですよね。これが地方の名店の楽しさなんだよ。地物かける地酒。うわ、もうしっかりしてるわ、実は。これまだフレッシュ系ですか？ちょっと置いてますか？置いてない置いてない。もう今日の朝どれ。ブリブリですね。うまい。柔らかい。一つの銘柄でこんなにバリエーションあるんですね。まだね。これがまだ。めっちゃある。うまっ。入れ加減完璧。マナガツオって季節あるんですか？夏のものですね。夏なんだ。今日よく太ってたからね。僕でしたよ。甘酸っぱい感じの割にシャキシャキで美味しい。うまい。中
中トロうまっ。で英語やっちゃう。今27。ちょっと出して少し。いやー最高。めちゃめちゃいいですね。うまっ。やばい。東京だとあんま蛇腹炙る店ないんで、確かに日本酒めっちゃなんかまた感じ方が変わりますね。そうそうそう、軽くなるんですよ。軽くなる。中トロの時と全然違う。そう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 。このさっきのアジはですね、はいちょっとすだち締めにしますからね。すだち締め。ちょっとそれ地元が出てきましたね。すだち締め。これはね、すだちはもちろんじゃあこれ徳島です。徳島ですね。大将の地元。ねじゃあすだち締めって初めて聞いたんですけど、どうやってるんですか、調理法。結構塩で締めて、はいで最後このすだちの果汁をたっぷりいってこの、はい。触った瞬間ねっとり、包丁でねっとり甘い感じ。食べる前から分かる。地元のネタと、まあ、県外のネタって今割合で言うと8割は地元ですね。マグロは絶対無理やからマグロと、ウニは北海道の方にね、はいであと、淡路島使ったり、はい、あと白身は絶対こっちやし、あっさり系の楽天かケスだな。 SBI かです。もうさつまいもかなりさっぱり。石鯛フレッシュっていうか置いてないっこす。れが、ね、3日目ぐらい。あ、でもこんな食感あるんだ。この3種やるのと、さっきの何か、これがもう今年の一番の出来なんですよ。もう間違いなく。はははは。あなたはこれも生酒っぽい、ちょっととろみと甘みがある感じだ。 0.笑いが止まらないですねこれ。これもこっちのですか。そうです。これは愛媛より。愛媛より噛む必要ないね。こっちの漁って定置とか結構バリエーションあるんですか、漁法は。まあ底引きと、はい刺し網、つぼつぼっと刺し網と、あと完全に定置網もはい。ありますね。ネタがでかい。うまい。でもこの食感は東京じゃ食べれないですね。食べないですね。プリッとしてる感じがそうです。でジューシー感と。ジューシーでみずみずしい。
粒でこいっすね。これ僕日本一の納豆やと思ってるからね、谷町納豆っていうね納豆なんよ。寿司中川さんに行きたいってなった場合は予約はどうやったら？直接電話1時から、はい。1時から営業時間までにかけてほしい。で今お任せは22なんですけど、はい、2万2000円です。はい。ウニがやっぱソースになる感じですね。そう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 。ねっとりだな。いやこの納豆も美味しいですね。温泉に浸かったような気分に浸れる幸せな一杯。うめえ。ブリブリ、シャリの旨味をすごい感じる。中川さん握りましいですけど、やっぱつまみもなんかうちのものをやっぱこううち割とボリュームもあるしね。結構そうポーション大きめで。オムレス、僕最初和食してたからね。あ、そうなんですね。寿司屋さんっていう感じじゃないでしょ、どっちかっていうとちょっと割烹感も入ってるというか、はい。なかなかない食感だな。すだちの酸味がもう最後にキュッとする。最高。全然きつくないですね、シャリ。そうです。甘みの下支えがあるんですよ。はい。これは和三本使って、ちょっと数本30ぐらいにやってるから。なんでちなみにその中川さんは喜び外人一本なんですか、日本酒は。この人ははい嘘つかんすよ。でもそれは25年前からのお付き合いですか、この外人を揃えるっていうのは。外人だけになったのはね、もう3年目にやったからもう20年ぐらいなんですよ。へえ。だから20年前の外人も僕持っとんそこもそうやしね。そっか。結局20年もやってるからやっと信用ができてお客さんは黙って飲んでくれるんですよ。平成10年30年前です。30年前。みりんみたいななんか感じ。紹興酒の力。紹興酒ですね。うん。このお酒の熟成っていわゆるワインとかのワインセラーっていうのがあるじゃないですか。喜び外人はね常温でいくんですよ。常温でいくんですか。常温です。ものすごくグラマラスになるんやけど、はい。そのグラマラスがある程度超えたらちょっと軽やかになってるんですね。美味しい。大人のデザートだなこれ。すっきりですよ。こっちの方がなんかよりクリーミーというか。何これ、うまっ。あ、でもオリーブオイルのちょっと塩味が後から追いかけてきますね。でもこれやっぱ1尾じゃなくて2尾あるからこの幸福感ですよね。うちはちゃんと完全に蒸し上げる。蒸しなんですね。蒸しです。一度火入れたやつをもう一回蒸すんですよ。茹でて蒸す。茹でて一晩置いて蒸すんですよ。それがこれ地元の車地元。底引きです。最高です。うまっ強いやっぱ。酒うまいわ。この温度も最高です。
特に青摘みの時に摘んでるのよね。はいはいはい。若い時に。そう、完熟じゃなくてちょっと青い感じで、このちょっと苦みもあって、またこの苦みが合うんよね。寿司中川さんとしてこだわってらっしゃるところとか大切にされてるところってどんなところですか？まあ結局食材を食べていただくということですよね。まあ、テクニックももちろん大事なんですけど、はい、まあ食材を瀬戸内をできるだけ食べていただいて、四国は実は柑橘王国っていうんですけど、酸をどうやってこう食べていただいて軽やかに食事を終わらして、まあ、気持ちよく食べていただくか。それに合わせるにはちょっと旨味のある酒でちょっと熟成させて、実はもう冬だったらもう特に缶酒めちゃくちゃ美味しいんですけど、まあ、それを多分飲んでいただきたいなと思ってますね。柑橘がいいのって温暖な気候とかそういうことなんですか？四国が柑橘がいいの？まあ東北は一切ないからね。うん、そうですね。東北は一切ない、まあ、九州からまあそれで、まあ、文化なんですよこれまた。で鳥取とか島根とかないじゃないですか、はい、広島もちょっと広島レモンかな、広島レモンって本当ね文化なんですよ、四国の文化だから。四国の文化で柑橘もあって、まあ、オリーブオイルもできて、まあ、それをお客さんに、まあ、表現できたら寿司屋さんの寿司屋としてねできたらいいなと思いますけどね。夏は瀬戸内のこの瀬戸内芸術祭とか島に来ていただきたい、はいはいはい、冬は道後温泉来ていただきたい、はい、ぜひ、はい、四国にね、ありがとうございました。本当に大将ごちそうさまでした。いやもうこちらこそです。